ベトナムネイバー。7月28日のベトナム経済ニュースをお伝えします。まずは本日のニュースラインナップからご紹介します。はい。2025年の GDP 成長率予測については専門機関で見方が分かれています。上半期の e コマース市場、売上高が4割増と好調です。特に TikTok が急成長していますね。自動車市場も上半期は4割増、EV、それからハイブリッド車も伸びています。そうですね。あと、ビングループ関連の最新動向。株価指数は史上最高値を更新しました。ハノイ市のガソリンバイク規制。これが中古市場に影響を与えています。不動産の譲渡益への課税強化案も出ていますね。それから日経の動きとして、鳥貴族の運営会社がベトナム進出を発表しました。社会面ではタイ、カンボジア国境衝突への懸念方面。はい。最後に天気予報と為替情報をお伝えします。では経済ニュースから詳しく見ていきましょう。まずは GDP 成長率予測ですね。見方が分かれているんです。イギリスのスタンダードチャータード銀行。こちらは2025年通年の成長率予測を、下方修正しました。そうなんですね。はい。従来の 6.7% から 6.1% へですね。上半期は 7.52% と高成長だったんですが、下半期は貿易の難聴などから、4.9% に減速する可能性があると。なるほど。ただ、基本的な経済条件は引き続き堅調だという分析です。一方で、情報修正したところもあるんですね。そうなんです。ASEAN プラス3マクロ経済研究事務局、アンムロですね。こちらは、ベトナム経済の力強い回復を理由に、通年予測を 7.0% に引き上げています。かなり見方が違いますね。次に e コマース市場をお願いします。はい。2025年の上半期ですが、主要なプラットフォーム4社、ショピー、TikTok ショップ、ガザダ、ティキ、この合計売上高はですね、前の年の同じ時期と比べて 41.5% 増加しました。4割増ですか。大きいですね。金額にしますと、2022兆3000億ドン、日本円で約1兆1200億円に達しています。すごい規模ですね。俗に TikTok ショップが伸びていると。そうなんです。TikTok ショップはショッパーテイメント戦略。これが非常にうまくいってまして、成長率はプラス 69% と、急速にシェアを伸ばしていますね。69%。一方で、首位のショピー、こちらも売上は 16% 増えているんですが、競争は激しくなっているという状況です。ラザダとティキーは残念ながらシェアを落としています。商品別ではどうでしょうか。カテゴリー別で見ますと、美容関連が一番売れています。あと、子供服ですね。